2011年の10月から12月にかけての JAXA の主な動きです。10月20日から26日にかけて、大西卓哉宇宙飛行士が国際宇宙ステーション ISS 長期滞在に向けた訓練の一環として、アメリカ・フロリダ州で行われた NASA 極限環境ミッション運用 NEEMO の訓練に参加しました。訓練は海底およそ20メートルに設置した閉鎖施設アクエリアスで生活を行い、宇宙飛行に似た環境下でリーダーシップ、フォロワーシップ、チームワーク、自己管理などの向上、 ISS および月火星探査に向けた新技術、ミッション運用技術の開発などを目的としており、過去には若田光一宇宙飛行士、古川聡宇宙飛行士も参加しています。今回大型のハリケーンが発生したために訓練期間は短縮となりましたが、大西宇宙飛行士は日誌の中で、ミッションの一員としてミッション目的の実現に向けて自分に与えられた職務を全うする、その経験を積めたことがこれからの自分にとって一番の財産になると思いますと記しました。第62回国際宇宙会議 IAC が10月3日から7日まで南アフリカケープタウンで開かれました。毎年秋に開催する IAC は、世界の宇宙関係機関や企業、大学などの関係者が参加する世界最大の宇宙関連会議で、およそ3000人が参加しました。全体セッションで JAXA 立川理事長は、活動の成果として日本人宇宙飛行士の活動状況のほか、地球観測において日本の人工衛星が長期に継続的な国際貢献に取り組んでいくことに言及しました。また JAXA の展示ブースでは、日本の宇宙開発技術や宇宙関連企業の紹介などを行い、5日間の会期中におよそ1400名の来訪者がありました。環境省、国立環境研究所及び JAXA は、温室効果ガス観測技術衛星いぶきによる観測データと地上の観測データを用いて、地球全体の月別、地域別の二酸化炭素吸収排出量収支の推定及び推定結果の推定誤差の算出をしました。その結果、地上観測データにいぶきの観測データを加えることで、推定値の誤差が地域によっては年平均値で最大およそ 50% も減少することが分かりました。地球全体の二酸化炭素収支に関し、衛星データの有用性を定量的に実証した成果は世界初です。改良型高性能マイクロ波放射計 AMSA-E は、アメリカの地球観測衛星アクアに搭載され、設計寿命3年のところ9年を超えて運用されてきました。8月末以降、2度にわたってアンテナの回転摩擦の増大が確認され、日本時間10月4日午後3時58分頃、定常観測に必要な回転速度毎分40回転の維持が限界に達したため、AMSA-E は観測と回転を自動で停止しました。気象予測の精度向上や温暖化の影響把握などに貢献した AMSA-E をベースとして開発された AMSA-2 は、第1期水循環変動観測衛星雫に搭載し打ち上げる予定です。イプシロンロケットは高性能と低コストの両立を目指す新時代の固体燃料ロケットです。イプシロンロケットの上段サブサイズモーターの地上燃焼試験を能代ロケット実験場で実施しました。上段サブサイズモーターにはミュー5ロケット5号機の第3段モーターに使われた M34B を再製造して用いています。地上燃焼試験では
上段モーターノズル部の耐熱性能や断熱材の機能確認を行いました。初号機の打ち上げは2013年度を目指しており、小型価格衛星1号機スプリント A を搭載する予定です。国際宇宙ステーション ISS の第28次第29次長期滞在クルーとして6月8日にソユーズ宇宙船で打ち上げられた古川聡宇宙飛行士が、日本時間11月22日午前11時26分に再びソユーズ宇宙船でカザフスタン共和国に着陸し、無事地球に帰還しました。古川宇宙飛行士は日本人としては最長の165日間 ISS に滞在し、医師としての専門知識や科学者としての視点を生かし、実験設備の充実により本格運用の段階に入った希望日本実験棟での科学実験や、軌道上で宇宙飛行士の健康状態が把握できる宇宙医学実験支援システムの技術実証実験を行いました。また NASA や欧州宇宙機関、カナダ宇宙局の宇宙医学実験にも医療担当クルーや被験者として参加しました。滞在中最後のスペースシャトルミッションとなった STS-135 ミッションの際には、物資の輸送や船外活動のサポートを行いました。最後のスペースシャトルの訪問を迎えることができたことはとても光栄でしたし、その他いろいろな実験とかを行うことができました。で、最初から全て 100% うまくいくわけではなかったんですけど、その度に何か不具合が起こった時には地上のチームと協力しましてチームワークで乗り切ることができました。とてもありがたかったです。JAXA はバンコク地域の洪水災害管理の支援のため、対地理情報宇宙技術開発機構と協力して11月5日から航空機搭載合成海溝レーダーシステムの運用によるバンコクの洪水観測を実施しました。このシステムはレーダーを用いた観測装置で天候に影響されず地表面の観測を行うことができます。解像度3メートルという高分解能のデータを取得することができ、タイの地球観測衛星などからのデータを組み合わせることにより、バンコク全域の洪水地図を日々更新して情報をタイに提供しました。5月24日に電力異常が発生した赤外線天文衛星あかりは、6月に科学観測を終了した後、確実な停波に向けた運用を実施し、11月24日午後5時23分その運用を終了しました。日本初の赤外線天文衛星あかりは目標寿命3年を超えて運用され、宇宙が誕生した頃の星の光を捉えたほか、およそ130万の天体に及ぶ赤外線天体カタログを作成するなど、赤外線天文学に関する多くの成果を上げてきました。今後はあかりから得た膨大な天文データを用いてアーカイブ資料の完成を目指したデータ処理を続ける計画です。 X 線天文衛星スザクがアベル2256という銀河団を観測し、大小2つの銀河団が秒速およそ 1500km という高速で衝突している証拠を捉えました。銀河団プラズマの速度を測定したのは世界でも初めてのことです。今後このような運動の測定を系統的に行うことで、その運動を支配している暗黒物質の総量や分布を調べることができます。これらの成果は現在開発中の X 線天文衛星アストロ H によって大きく発展することが期待されています。
2010年5月21日に打ち上げた金星探査機暁が金星周回軌道の投入に失敗した原因は軌道制御用エンジンが破損したためと推定されています。その後軌道制御用エンジンはデータ取得のための試験噴射で破損が進行したため、今後再投入に向けた軌道制御は姿勢制御用スラスタで行うことになりました。11月1日、10日、21日には2015年の金星再開号に向けた3回の軌道制御を姿勢制御用スラスタにより行い順調に実施されました。なお暁本体の状態は正常で、今後も引き続き金星再開号に向けた運用を進めていく予定です。アジア太平洋地域で最大規模の宇宙機関国際フォーラムであるアジア太平洋地域宇宙機関会議の第18回会合 APR-SAF18 が12月6日から9日にシンガポールで開かれました。 APR-SAF は本会合と地球観測、通信衛星利用、宇宙環境利用、宇宙教育普及の4つの分科会で構成されています。今回の APR-SAF18 にはアジア太平洋地域を中心に28の国と地域、11の国際機関からおよそ280名が参加しました。会議では明日の環境のための地域協力をテーマに活発な議論を行いました。基調講演では宇宙開発委員会委員長が東日本大震災時に各国から衛星画像の提供があったことへの謝辞、センチネルアジアや宇宙技術による環境監視プロジェクト政府が有用であることを述べられました。また立川理事長は各国からの活動報告において気候変動における日本の取り組みや希望日本実験棟のアジアでの利用促進、順天町衛星初号機導きのアジア貢献について報告しました。有人宇宙飛行50周年を記念したイベントを同時に開催し、アジア各国の宇宙飛行士が地域の未来発展のためにできることをテーマにパネルディスカッションを実施しました。2014年度の打ち上げを目指す水星探査計画ベピコロンボの水星磁気圏探査機 MMO の SI ファンクション試験が12月23日に行われました。この試験では6ヶ月以上にわたって行われた一次噛み合わせ試験の最終確認の第1弾として衛星組み立て後の電気信号やコマンドなどを確認しました。その後衛星全体での電磁適合性を確認し、一次噛み合わせ試験は終了となります。試験後各機器を取り外し、試験結果を反映するための調整や最終単体試験を行います。JAXA の宇宙及び航空の基盤分野での研究成果を紹介する JAXA 宇宙航空技術研究発表会を12月15日に開催しました。しなやかで強い社会の実現に宇宙航空技術ができることをテーマとした講演会では、東日本大震災で明らかとなった技術課題への対応として、災害救援航空機情報共有ネットワーク DNET の研究開発や衛星利用の成果、捜索救難ヘリコプターのための視覚情報支援技術について講演が行われました。さらに大震災発生時の希望及びコウノトリ2号機の運用について、復旧作業や今後への教訓がどのようなものであったか語られました。また口頭での研究発表では、低ソニックブーム設計概念実証第1フェーズプロジェクトディセンド1落下試験報告などのほか、展示会場では地球観測衛星の農業分野での利用や宇宙飛行士と宇宙放射線など
各分野の研究発表がなされました。夜間中緯度電離圏領域における電波伝播解析を目的とした観測ロケット S300 等40号機を12月19日に内之浦宇宙空間観測所から打ち上げました。ロケットの飛翔および搭載された機器の動作は全て正常で、発射からおよそ80秒後に高度 103km 付近で電子密度の高い領域を観測し、予想していた高密度プラズマ領域をロケットが通過したことを確認しました。なお今回の観測ロケットでは、ロケットの点火や管制および機体計測などを行う新開発の統合型搭載機体管制装置が採用され、その飛翔試験も兼ねて実験を実施しました。今後打ち上げる観測ロケットはこのシステムで運用されます。